はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ来てる山ちゃんと申します。Steam で2021年5月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。今回からゲームのフォロワー数も紹介していきます。フォロワー数の数が多いほどそのゲームに関心興味がある人が多いということなので、発売前の注目度がどれぐらいか目安や参考になるかと思います。フォロワー数の表示に関して参考になるとか別にいらないとかご意見ご感想コメントいただけたら嬉しいです。私自身ニッチなゲームを実況しながら今後発売予定のゲームを簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめに Days Gone。2021年5月18日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は5番飛んで848人。パンデミック後の世界を舞台にしたサバイバルアドベンチャー。2019年4月にPS4 からリリースされ非常に評価の高い本作が Steam に登場です。物語は謎の疫病が蔓延し、感染者はゾンビのようなフリーカーと呼ばれる怪物になり人々を襲い、世界中は混乱に陥った。主人公であるディーコンセント・ジョンも混乱に巻き込まれ、相棒ブーザーと妻サラと脱出を試みるが2人は離れ離れになってしまう。そして2年の月日が経ち、相棒ブーザーと共に生き延びたディーコンはドリフターと呼ばれる賞金稼ぎを生業として生活を送っていた。そんな中、生き別れになった妻サラの生存を諦めていた矢先、生存の手がかりを見つける。ディーコンは最愛の妻を探して崩壊した世界を巡る旅が始まるといった内容。本作は私もプレイしましたがおすすめできる作品ですね。オープンワールドってストーリー性や物語性が若干いまいちな作品が多いんですけども、本作はストーリーはしっかりしてて色濃く描かれているんですね。アクションもステルス戦や集団戦などやりがいがあってアクション苦手な私も楽しめたので PV 見るイメージほど難しくないと思います。パンデミック後の世界を舞台にしたサバイバルアドベンチャー Days Gone は2021年5月18日リリース予定日本語対応の作品です。サージサバイバルグロリアビクティス。2021年5月18日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は8486人。中世の城壁内での籠城サバイバルゲーム。イメージ的にはディス・オー・オブ・マインに近いリソース管理のサバイバルゲームです。敵軍に包囲された都市の一般市民となって都市防衛に当たる。防衛軍に物資を提供し戦況を好転させて生き残るといった内容。本作の特徴は実際に敵と戦うのは防衛軍で、プレイヤーは後方支援によって防衛軍を援護することが目的。兵士や他の民間人の食料や生活費の調達や管理、負傷者や病人の世話などを行い後方支援に徹する。日中は資材作成など資材管理を行い、材料の調達は夜間に行う。陥落した市街地に闇夜に紛れて潜入し、敵軍に見つからずに資源や民間人の志願者を探す。敵軍からの投石や火矢をしのいで援軍が来るまで持ちこたえましょう。体験版があるのでご興味ある方は遊んでみてはいかがでしょうか。サージサバイバルグロリアビクティスは2021年5月18日リリース予定日本語対応の作品です。スノーランナー。2021年5月19日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は2613人。道なき道を進むオフロードドライブシミュレーション。2020年4月にエピックゲームストアで次元独占販売された本作。プレイヤーは依頼を受け、泥や雪、豪雨や凍った湖といった危険地帯を運転しながらアメリカ・ミシガン州からロシアのコラ半島まで様々な場所を走り抜け依頼を達成する。登場する車両40種類以上でフォード、シボレー、フラットライナーなど有名メーカー製の車両が登場。車両はアップグレードやカスタマイズ可能。走る道や天候に合わせ最適な装備で依頼に挑む。ソロまたは4人のマルチプレイも可能。立ち往生している仲間を牽引したり、仲間と協力しながら道なき道を駆け抜けましょう。スノーランナーは2021年5月19日リリース予定日本語対応の作品です。エアリアルナイツネバーイールド。2021年5月19日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は563人。スタイリッシュな 3D ランナーアクション。近未来の東京スタイルのデトロイトというよくわからん表現の街を走って飛んで滑って駆け抜ける。未来を救うために奪われたアイテムを取り戻し終わる組となった主人公ウォーリー。ウォーリーは迫り来る追っ手から逃げ切り真実を突き止め一体何が起こったかを暴き出さなければなりません。アクションは常に走り続けるウォーリーをダッシュ、ジャンプ、スライドといったいろんなアクロバティックなコンボを駆使して迫り来る障害をクリアしていく。体験版は日本語対応でした。遊んでみた感じ、常にハイスピードで走り続ける主人公の目の前に突如現れる障害物をタイミングよくかわしていくゲーム。障害物の手前でスローモーションになるのでそこまで難しくはなかったですね。ARR ナイツネバーイールドは2021年5月19日リリース予定日本語対応の作品です。
大公開時代4 with パワーアップキット HD バージョン。2021年5月20日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は5000飛んで77人。大公開時代30周年記念、名作 HD リマスターで蘇る。1999年に発売された大公開時代4ポルトエシュタードがパワーアップキットと携帯ゲーム機向け移植版大公開時代4ロッタノバの追加要素を収録して HD リマスターで登場。今となってはね、ゲームシステムやグラフィックは古めかしいと思いますけどね、私が熱中し続けたシリーズの一つでとてもねおすすめの作品です。舞台は16世紀の大航海時代にそれぞれのキャラクターが様々な形でロマンあふれる航海へと旅立ち、世界のどこかに眠る覇者の証を見つけるといった内容。ゲームシステムは交易、戦闘、探検、そして航海の先々で出会う人々とのドラマティックなストーリーが魅力。小型船から始まり細々と交易を繰り返し、最終的には大艦隊を率いて7つの海の覇者となるロマンあふれる作品です。大航海時代4 with パワーアップキット HD バージョンは2021年5月20日リリース予定、日本語対応の作品です。ラクーナ SF ノワールアドベンチャー。2021年5月20日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は1325人。ハードボイルドデカが活躍する SF ノワールアドベンチャー。ドット絵で描かれた未来の街を舞台に CDI 捜査官ニール・コンラッドとして太陽系を巻き込んだ大事件に挑む。人類が他の惑星に進出し国家を形成した近未来。ガーラではドルビアとの貿易サミットが開かれていた。主人公のニールは貿易サミットの期間、ドルビアの外務大臣護衛の任務に当たっていたのだが、外務大臣のバニーが射殺されてしまう事件が起こる。惑星間の緊張を緩和する目的もあった今回のサミットだったが、ガーラとドルビアの対立の転機になるかもしれない時代に突入するといった内容。ゲームシステムはモダンな対話形式のアドベンチャーで、操作で手に入れた証拠を推理して物語を進めていく。物語を左右する選択肢はやり直すことができず、選択次第では最悪の結末に行き着くかもしれない。体験版もあるのでご興味ある方は遊んでみてはいかがでしょうか。ラクーナ SF ノワールアドベンチャーは2021年5月20日リリース予定、日本語対応の作品です。ザ・ワイルド・アット・ハート。2021年5月20日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は2639人。魔法生物を率いて物語を進めるアドベンチャー。ディープーツと呼ばれる不思議な世界に迷い込んだウェイクとカビーがピクミンのようなスプライトリングスと呼ばれる小さな魔法生物と協力し、他の住民を助けたり、あるいは助けを借りたりしながら世界を旅していくといった物語。本の中の世界に迷い込んだようなビジュアルの本作。テーマは子供の頃の逃避行をイメージしたとのこと。ゲームシステムは魔法生物のスプライトリングスを率いて物を壊したり、新たな道を切り開いたり、敵を倒して戦利品を集めたりしていく。スプライトリングスには個々に特殊な能力があり、彼らの能力をうまく利用することがゲームを進める上で重要な鍵となるみたいです。またクラフトや建築、昼夜のサイクルなどサバイバル RPG 要素もあるみたいです。ザ・ワイルド・アット・ハートは2021年5月20日リリース予定、日本語対応の作品です。ジャスト・ダイ・オーレディ。2021年5月21日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は5260人。老人が暴れまくる物理演算バカゲー。本作は舞台設定からしてバカバカしい作品で、人類が子供を産む能力を失い超高齢化社会になった近未来。働かない高齢者は生産性がないと判断され、年金支給が滞り老人ホームを追い出されるディストピアな社会。老人たちは生活費を稼ぐために危険なミッションに挑むことになるといった設定。ミッション報酬は老人ホームの入居権。この入居権をかけてドタバタアクションを繰り広げていく。ソロプレイでも遊べるが、最大4人のマッチプレイが可能。協力や足の引っ張り合いなど大爆笑間違いなしの作品ですね。ジャスト・ダイ・オーレディは2021年5月21日リリース予定、日本語対応の作品です。ノックアウトシティ。2021年5月21日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は6381人。チーム対戦型ドッジボールアクション。近未来の都市を舞台に3人1組のチームとなって対戦型のドッジボールアクションゲームです。ゲーム内容はシンプルで、ボールを拾って相手にぶつけてノックアウトするだけ。しかしそう簡単にいきそうもなく、位置取りやタイミングも重要そう。さらにボールには様々な変化球やトリックショットなどもあり、ハングライダーで空を飛び回ったりもしているので、一筋縄でいきそうもありませんね。またコスチュームやエフェクト、ハングライダーのカスタム種類も豊富に用意されているみたいです。ノックアウトシティは2021年5月21日リリース予定、日本語対応の作品です。新女神転生3ノクターン HD リマスター。
2021年5月25日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は11,513人。アトラスの代表作が HD リマスターで登場。2000X 年都内の高校に通う主人公と2人のクラスメイト、共に入院している担任教師の夢に行くところから物語は始まります。病院で世界を終末に導く東京事態に巻き込まれることに。世界が滅びゆく中、意識を失った主人公は勾玉によって半人半魔の人修羅と呼ばれる存在になる。人間が滅び、悪魔たちが徘徊する世界を真相を探るべく旅をしていくといった内容。私の感覚ではアトラスといえばペルソナではなくメガテンといった印象なんですが、当時ね、女神転生のイラストが独特ですごい衝撃を受けたのをね、覚えています。新女神転生3ノクターン HD リマスターは2021年5月25日リリース予定日本語対応の作品です。キングオブシー2021年5月26日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は5272人。海賊王を目指すアクション RPG。美しい島々や古代の遺跡が立ち並ぶ南国の世界が舞台。カートゥーン風のキャラクターやコミカルな会話、海賊となって自動生成される世界を冒険する。物語は国の王である父が暗殺された主人公がコミカルな海賊コンビに助けられ、駆け出しの海賊となって父を殺した犯人を探し海賊王になるといった物語。登場する船もスループ、フリゲート、ガレオン船など様々な船が登場し、ロマンある作りになっております。体験版もあるので気になる方は遊んでみてはいかがでしょうか。キングオブシーは2021年5月26日リリース予定日本語対応の作品です。バイオミュータント2021年5月26日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は159,532人。桁違いのフォロワー数で注目度の高さを伺えますね。獣系のミュータントアクション RPG。文明崩壊後の世界を舞台にしたオープンワールドアクション RPG で、格闘、射撃、ミュータントの特殊能力を合わせることで自由度の高いバトルが楽しめる本作。さらに日本語音声吹き替えに対応しているということです。獣姿の主人公が世界中に根を張る生命の木を救うために旅をするといった物語。戦闘システムやユニークな武道と剣術、射撃、アクロバティックかつスタイリッシュなバトルが展開。またクラフト要素も充実しており、細かく分類すれば50万種類以上のアイテムが作成可能とのことです。本作はね、別の動画でも紹介していますので、もしよろしかったらそちらもご覧いただけたらと思います。バイオミュータントは2021年5月26日リリース予定日本語対応の作品です。ハイライザーズ2021年5月27日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は990人。高層ビルを舞台にしたゾンビサバイバル RPG。人類は謎のプリオン病に襲われ、ドリーマーと呼ばれる光を避けるゾンビのような無遊病者となってしまった。プレイヤーは4人の生存者を率いて物資を集め、ギアを作り、最終的にはヘリコプターを修理して脱出するといった内容。建物の隅々まで探索し、スペアパーツや道具、食料を調達し、クラフトで強力な武器やバリケードを製作して毎晩のように襲ってくるドリーマーたちに備えましょう。ビルは仮想界に行くほど危険度が増し、スカベンジ、クラフト、研究、防御、チームワークを駆使して困難を乗り切る。また各キャラクターには独自のスキルツリーがあり、新たなパーク、レシピ、イントラクションをアンロックすれば生き延びる可能性が飛躍的に高まります。ハイライターズは2021年5月27日リリース予定日本語対応の作品です。ウィービングタイズ2021年5月27日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は764人。織物の世界を探検するパズルアドベンチャー。主人公タスは両親を探すため、ウィーバーと呼ばれるカーペットのドラゴンの背中に乗って個性豊かな仲間を集めて過去の断片を探し、織物の世界を縫ったり切ったりして古代の謎を解き明かす物語。ウィーバーの能力を使って敵を包み込んだり、トリッキーなダンジョンやパズルをクリアしていく。鮮やかな織物の世界を探検するパズルアドベンチャー。ウィービングタイズは2021年5月27日リリース予定日本語対応の作品です。すみれの空2021年5月27日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は802人。願いを叶えるためのたった1日の小さな冒険。神秘的な山村を舞台にしたアドベンチャーゲーム。亡くなったおばあちゃんに会いたいと願うすみれが、とびっきりの一日を過ごしたらおばあちゃんに会わせてあげるという花の精霊の言葉に導かれ、たった1日の小さな冒険に出る物語。旅先で出会うすみれの幼なじみや町に住む人々、そして動物たち。彼らが抱える悩みや問題にどう向き合うかはプレイヤー次第。時には小さな選択が大きな結果を招くこともあるみたいです。
水彩画で描かれたような幻想的な世界、雰囲気を盛り上げる BGM、現実と神秘がまどろむ不思議な世界で忘れられない一日が待っています。体験版もあるので気になる方は遊んでみてはいかがでしょうか。すみれの空は2021年5月27日リリース予定、日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。エッセン・オン・エンパシー、2021年5月19日リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は695人、ユニークで一風変わった10編のショートストーリー。本作は10編のインタラクティブなストーリーをまとめた短編アドベンチャー。花屋で働く殺し屋や自分の骨格が自分のものでないと思い込んでいる女子学生など一癖二癖あるキャラクターが登場するユニークで一風変わった物語が楽しめる作品です。プレイ時間はおよそ5時間程度と手軽に遊べそうな作品ですね。エッセイ・オブ・エンパシーは2021年5月19日リリース予定、日本語未対応の作品です。フェイブル・ランズ、2021年5月20日リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は852人、オープンワールドを舞台にしたファンタジー RPG。やりがいのある昔ながらの RPG。クエストをこなし、戦い、商品を取引し、キャラクターを成長させていきます。広大なハルクラ大陸を探検し、戦争で荒廃した王国、暗闇の平原など様々な土地を巡り自由な冒険を楽しめる。冒険家、商人、司祭、学者、盗賊、魔法使い、兵士など好きな人物となり自分だけのプレイスタイルを確立しましょう。フェイブル・ランズは2021年5月20日リリース予定、日本語未対応の作品です。マインドスキャナーズ、2021年5月20日リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は1944人、近未来のディストピアでの精神医学シミュレーション。隕石の衝突によりできたクレーターの中に建設されたディストピア、ザ・ストラクチャー。このストラクチャーに暮らす人々を診断して治療するといった内容。本作の主人公は娘をザ・ストラクチャーに囚われており、娘を見つける唯一の方法として人々の心の治療を行うマインドスキャナーになることを決意。マインドスキャナーは住民に可能な限りの生産性を提供し、秩序を乱す事件を制限するための代替精神科医といった役割を担う。近未来のディストピアでの精神医学シミュレーション、マインドスキャナーズは2021年5月20日リリース予定、日本語未対応の作品です。キャッスルフリッパー、2021年5月28日リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は4800飛んで9人、中世のお城リフォームシミュレーター。プレイヤーは小さな土地を相続するところからゲームは始まります。職人として中世、ルネッサンス、バロック調の建物やお城の清掃、修理、建築、装飾を行い、古い部屋に新しい命を含み、努力は報われ、いつか一国一城の主になれるかもしれません。またクエストを達成することで新しい土地を訪れることができ、お城だけではなく小さな納屋から宮殿、さらには海賊船まで登場。デザイナーとしての手腕も問われ、中庭の樹木の剪定から農作地に放つ動物までチョイスする必要があるみたいです。体験版もあるので気になる方は遊んでみてはいかがでしょうか。キャッスルフィリッパーは2021年5月28日リリース予定、日本語未対応の作品です。サンヘウン、2021年5月29日リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は1317人、スローライフな農業ライフシム RPG。ここはかつて繁栄を極めた町サンヘブン。しかし現在は苦境に立たされ、市民は町を維持するために最善を尽くしていますが、かつての栄光を取り戻すことはできません。そこでプレイヤーは農場を建設し、冒険に出かけ魔法を習得。魔法は戦闘に使用する以外に農業や採掘などに役立つ魔法を学ぶことができます。農作物や動物を育てたりして町の活性化に貢献しましょう。町の人々の交流や恋愛要素もあり、人間から悪魔まで男女様々な7種類の種族と性別や種族間を問わず、人生の伴侶となる人物を探して結婚し、子供を産んで家族を築くこともできます。雰囲気的にポルティアに近い印象ですね。農業、採掘、探検、恋愛などあらゆる要素が盛り込まれた自由度の高い作品。サンヘブンは2021年5月29日リリース予定、日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で5月下旬にリリース予定とされる面白そうなゲームを紹介していきました。新しくフォロワー数を表示するようにしましたが、参考になるとか別にいらないとかね、ご意見ご感想コメントいただけたら嬉しいです。
私のチャンネルでは今後発売予定のゲームをカンカンに分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたの役に立ったなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。